今回はパソコンパーツコルセイヤの M.2 SSD です。今まで SSD 手は出していたんですが M2 系の SSD は初めてです。5年保証 3480MB、3000MB 以上でライトもリードもできるとの 960GB です。早速開けていきます。なぜ2つあるかというと、1つ在庫なしのところで注文だけ受けていたのですが入ってこないという連絡が来たので、仕方なく他で注文したら次の日に発送した連絡が来たという意味のわからない状況から2つ買っています。2つあっても3つあっても使うので問題はないんですけれども、これが SSD ですね。ちっちゃ 2.5 の SSD も中はこういうものが結果的には入っているということなのでしょう。非常に小さいです。最近のは1テラが多いので、これも 960GB ほぼ1テラですが、昔の250とかでも大きさ 2.5 インチで大きかったですが、中はこんなもんだということなんでしょう。で、ここからですが、実質、これは5年保証があるので箱も梱包も取っておかないといけませんが、コルセイヤのホームページにアクセスしてソフトをダウンロードします。ソフトをダウンロードしまして、現状のマスタースレイからデータをこちらにコピーして、この SSD M2 をプライマリーに変更しようというところをやっていこうと思っています。現状プライマリーの SSD がインテルのものを使っています。相当古い SSD です。 240GB しかありません。この時に買った時も出てしばらく経ってから買いましたので、最新のものを買っていたわけではありません。ただインテルが安定していたという話だったので、当時インテルの SSD を購入しています。使用時間は807日19時間19387時間経過しているようです。電源の投入回数が6000飛んで42回、書き込み読み込みともに、約17000GB 使っているようです。このPC にはその他に以前 500GB のシーゲートと3ディスクの SSD1 テラ、これが1500時間。もう一つがこれもシーゲートの1テラのハードディスク、これに追加で、コルセアの M2 投入していこうと思っています。現状のプライマリー SSD のクリスタルマークを計測しています。ASUS の Z390 をほぼノーマル状態で使用しています。設定も特にいじくり倒さずそのまま使っています。計測が終わりました。440と 4K だったらすごく下がりはしますね。これが現状のものです。上限パフォーマンスもともと 500MB、 書き込みが 450MB ということなので、それほど速くはもともとありません。これをコルセアの M2 に変えていこうと思います。コルセアの SSD ツールボックスを早速ダウンロードしました。このディスクの複製ということをやっていきます。取り付けせずにまだこちらにありますので、これをインストールしていこうと思います。 Z390 のマザーボードにはスロットが2つついていましたから、2つともインストールしてやりました。1と2でスロットの1とスロット2があるんですけれども、速度差が実際出るのかというのを今検証中です。私のようにそもそも SATA スロット6フルポートを使用していた場合、いくつかのデバイスを諦めるほかないということになりそうです。結局は2つインストールするのに3つのポートが犠牲になるということになります。ただ得られる速度はそこそこに速いということも、いいのか悪いのか犠牲なのかというところはありますが、2つ目の方が遅いのかな、1つ目の方がほんの数パーセント速いということのようです。環境がこれだけ整っていても実質差が生まれるのかどうかというところが本当に疑問ですね。早速コピーしていこうと思います。ディスクの複製を行います。まず準備するのは、デバイスを入れましたが
割り当てをしない状況でツールボックスを立ち上げることです。コルセアの SSD ツールボックスのディスクの複製、これを行っていきます。作成先デバイスを選択し、元のデバイスを選択でパーティションを変更していきます。スタートしました。パーティションをマウントせずに、要は、割り当ての C コロンとかいうドライブ名をつけずにいきます。未割り当ての状態でコピーを開始すればできます。コピーツールでハードディスクをコピーいたしました。プライマリーの C と同じものがこちらで Z ということで作り直しました。これでパソコンを一度閉じて、Z の方で起動してみます。すべてのデバイスを取っ払って M2SSD 単体しかいません。よって必ず起動するとは思いますが、なぜか分かりませんが C になっています。Z に変えたのに C になっています。2つ目の M2SSD は A ということにしました。昔はフロッピーディスクだったりしたんですけれども、そういうことはさておき、ディスクマークで計測していきます。恐ろしい速度です。プライマリー SSD がこれほどの速度を叩き出すというのであれば、さて使い心地はいかがなものかというところです。コルセアの約1テラの M2SSD で14000何がしします。2枚入れるとなると3万円近いということにはなるんですけれども、マザーボードに直接差し込むので全く電源等は必要なくなります。1テラあれば2枚させればマザーボードとビデオカード CPU を用意すればパソコンが使えるということになります。相当にコンパクトになるわけです。インテルの SSD は読み込みに行くとキリキリ音がしてたんですけれども、 M2SSD は全く無音です。キリとも言いません。カチッともキリッとも言わない。ものすごい静音。何にしても SSD の寿命というものが下手をすると HDD より長い気がします。 C ゲートの500ギガ1テラ等はそれほど古いドライブではないんですが、インテルの250の SSD と同時期に買ったものが破損してしまいましたので、SSD の方は生き残っています。となると SSD の方が寿命が長いぞと、当たり外れはあるのかもしれませんけども、リードライトプライマリーで使っていれば一番頻度が上がっているにもかかわらず、写真データとかビデオデータの保管に使っていた HDD が先に破損するということなので、 SSD が早く破損するかもという、あと削れ込みがあるのではという思いはあまり杞憂かなと使った感覚としては思っているところです。早速電源入れていきます。さて起動しましたが、シネベンチをしていきます。下がっとるやないかい。シネベンチで、OpenGL が 154.55、 CPU が2011でした。なぜかわからないですけど速度が落ちています。タイムスパイでスコア計測しましたが、グラフィックスコアが1万飛んで 881、 CPU スコアが1万飛んで695でした。使い心地はさほどに変わりがないように思います。結果的に M2SSD に交換することでパソコンから SSD2.5 インチの SSD1 枚、従来の HDD1 枚、あとケーブルをこれだけ取り外すことができました。ブルーレイのドライブも取り外すことは可能だったんですけれども、取り外した後片付けるのめんどくさかったのでケースにまだ入れたまんまです。実質パソコンからこれだけの部品が外せるとケース筐体自体の重さも随分軽くなりましたので、 M2SSD を投入するというのは小スペース化にとっても見てら一番効果的なものかもしれません。実質触ってみた感触としてはほとんど速度差は感じませんでした。多分500の転送速度から約6倍の3500の転送速度になったとしても、使用感での体感差というものはほぼほぼ感じられません。動画編集を行ってみたりもしましたが、それについてもほぼ従来と速度差があるような感じは受けませんでした。特にベンチマークと走らせてみて数値と出てますが、最速からはどんどん落ちていってる気がします。これも多分何らかの負荷の部分が加わっていると
は思われますが、それはまだ改善できていませんが、このまましばらく使っていくことになると思います。こういったパーツも購入当時は非常に高かったので、随分使い倒したという部分では納得はしています。ただ新しくなった M2SSD を新規投入する時かどうかと問われると、投入しても省スペース化等を考えているのであれば非常にメリットはあるかもしれませんが、それ以外ただ新旧交代という意味合いで破損もしてないのに交換する、破損する可能性が見受けられるというのであれば、ここで入れ替えてしまうのはありかと思いますけれども、そういった部分が感じられない場合はほぼ意味がないかな。この意味がないと感じるのは私の使用環境であって、皆様に該当するとは限りませんが、そういう結論に至りました。